どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。今回は煉獄編、霊式4層前半の主流、FFO 式の解説動画になり、このマクロ通りの解説をします。また、このような図解を用いて全体を把握しながら解説していく内容です。それではよろしくお願いします。ちょっと事前に説明できることと3回などを説明します。まずマーカーはこのような感じに置いています。1は左上になります。また、マップには16分割された白いラインと、見えにくいですが、9分割された黒い真心ラインがあります。ギミックによって目安にするラインが違いますのでご注意ください。次にボスとタイムラインについて。ボスは、ノーマルと同じで2種類に変異します。そのため前半のタイムラインは初回のボスの変異によって2パターンあります。ノーマルでも来た竜と鳳凰の範囲は同じなんですが先に図示しておきます。この竜と鳳凰の範囲は先ほど説明したマップの黒い真心ラインが目安になっています。3回についてはこの基本3回を使ったり、要素を前半はペアで処理することが多いので、ペアで大体のエリアを決めています。前置きが長くなりましたが初めから見ていきましょう。創世の深淵。全体攻撃です。オクタはテトラフレアコンシーブ。オクタなら全員2円範囲、つまり3回で、テトラならタンクヒラか DPS に頭割りできる範囲が4枚来るのでペアで受けます。そして、このコンシーブってついているのは、この攻撃は後で来るので覚えておいてくださいねっていう攻撃です。今回はオクタなので3回することを覚えておきましょう。次の一連の流れの操縦演舞の時に来ます。支援増加。ノーマルでもあった青い炎が出現し、囲われたマスが爆発するやつです。一つだけ見ると外周まで行って右に曲がるか左に曲がります。まずペアで処理するのでフィールドの4分の1だけを考えます。ただ、近接が殴れなくなるからなのかここの角アンチパターンは存在せず、フィールドの4分の1だけで考えると絶対にこの3マスのどこかになります。2つの考え方をご紹介します。1つは、外周に青い炎がなかったらそこがアンチで、どちらもあったら中央側がアンチというものです。全部表示させてみます。外周に炎がないところはそこがアンチになり、外周に両方あったら中央側がアンチになります。もう一つは、消去法で、青い炎を見ておいて左に曲がったらもう角が来ないのでアンチが確定します。両方右に曲がったら中央アンチという考えです。合う方の考え方をしていただければと思います。では、実際に南東の4マスをメインに見ていきましょう。両方右に曲がった時点でもうアンチは中央側になります。慣れですけど、外周を見て判断するより少し早く判断が可能です。操縦演舞。ボスが竜か鳳凰をまとって範囲攻撃をしてきます。これは鳳凰なので内側アンチですね。ちょっと勘違いしやすいんですけど、竜か鳳凰の範囲はパネルではなくここの黒い真心ラインなので意識しておきましょう。アンチで青い炎の爆発後、竜か鳳凰の範囲とコンシーブで覚えていたオクタはテトラフレアが来るので、操縦演舞のアンチでペア受けか3回します。先ほどオクタだったのでこのような3回をします。別パターンをいくつか見てみましょう。これは中央マスアンチで竜範囲、オクタ3回です。次は、外側アンチマスから鳳凰なので中央へ移動し、オクタ3回パターンです。次は、外側アンチマスから竜なので外側でオクタ3回パターンです。最後に、テトラパターンも見てみましょう。外側アンチマスから鳳凰なので中央へ移動し、ペア頭割りパターンです。以上いくつかのパターンの厳選でした。では戻ります。演者法。ヘイト1位に強攻撃が2回、さらにどちらもペインとヒマ砲ダメージ増加デバフを付与してきます。秒数は短いですがデバフで AA をもらうと死にますし、スイッチしても ST もデバフをもらうので、
2連続でスイッチしましょう。変異送信1回目。4足歩行かヘビ腕の姿になります。ここでタイムラインが分岐します。どちらのルートにせよ両方やるので、1回目ヘビ腕ルートで説明します。まず変異直後にすぐターゲットサークルの大きさの円範囲を打ってきます。即死するのでヘビの腕になったら離れておきましょう。ゴルゴンの呪詛1回目。ゴルゴンの呪詛で色々デバフがつきます。まずは、ゴルゴンの呪詛、赤眼。デバフカウント0でそのプレイヤーの前方から扇状の石化範囲が出ます。ゴルゴンの呪詛、邪毒。そのプレイヤーの周囲に円形範囲を出します。ファーストターゲットとセカンドターゲットは、タンクヒラと DPS で分かれていて、先ほどのデバフカウントが早い遅いをデバフで見せてくれているだけです。ですので、ファーストがついたプレイヤーから行動します。まず、視線マーカーが2つずつフィールド上を移動しその止まったところにヘビが湧きます。2匹ずつ最終的に十字またはクロスに4匹出現します。視線攻撃はマーカーが消えたらではなく、ヘビが湧いてからですので注意してください。そしてヘビは石化を当てて、邪毒を当てると倒すことができるので、ファーストの人たちから処理します。慣れないうちは視線事故が多いので、視線ギミックをしっかりこなすことから始めましょう。特に1回目邪毒を当てて、戻る時に2回目のヘビの視線をもらうなどが多いです。また、誰がどのヘビを担当するかというのは、A から時計回りに優先度を振っています。全デバフ投資で見ます。ファーストターゲット、赤眼、D2。1回目の扇を当てますが、優先度的に北から時計回りで1番手ですね。北東と南西なので、北東のヘビに赤眼を当てます。あとは2回目の視線をかわすだけです。次にファーストターゲット、邪毒、D2。1回目の視線を回避します。石化したヘビに邪毒を当てに行きます。戻るときに2回目の視線攻撃に注意しましょう。セカンドターゲット、赤眼、D2。1回目の視線攻撃をかわします。2回目の視線もかわし、赤眼を当てに行きます。セカンドターゲット、邪毒、D2。先ほど同様1、2回目の視線をかわし、ヘビが石化したのを確認したら邪毒を当てに行きます。ここで、石化したヘビに当てに行きます。では続きに戻ります。爆炎波動。全体攻撃です。幻影創造。外周に幻影が4体出現します。創造命令。幻影が竜と鳳凰を出し、十字に飛ばしてきます。鳳凰の手前と奥がアンチになるので、まずは鳳凰を見つけましょう。そして、アンチの中で次に説明する円範囲が来るので、このように3回します。多重増円。タンクヒラか DPS のどちらか4人に円範囲が来て、さらに秘魔法ダメージ増加デバフもつきます。続いてボスに近い4人に直線範囲が来ますが、先ほどのデバフの関係で範囲が来なかった4人がボスに近づき、直線範囲を誘導します。その際は X 字3回しましょう。操縦演武とテトラフレアかスプレッドバイパー。残った幻影2体が竜か鳳凰を出し、十字に飛ばしてきます。この時の操縦は必ず2つとも同じものになり、竜なら四隅アンチ、鳳凰なら中央アンチになります。また、
同時に頭割りか直線範囲が来ますので詠唱を確認します。テトラフレアはペア頭割り、スプレッドバイパーは全員に直線範囲なので3回です。鳳凰の時はこのような頭割りと3回をします。竜の時はこのような頭割りと3回をします。実際に数パターン見てみましょう。竜でテトラですね。数字マーカーでペア頭割りをしましょう。次は鳳凰でテトラです。中央アンチでペア頭割りしましょう。次は鳳凰でバイパーです。中央で基本3回しましょう。次は竜でバイパーです。これが一番事故りやすいのかなと思いますので、悪い例を兼ねて見てみます。H には直線距離で移動した方がいいですね。あと D にはもう少し右に寄ることで H2 のアンチを広げられます。最後に竜でバイパーです。直線範囲は狭いのであまり離れたくない人はこのような感じでも成立します。支援増加2回目。北と東起点で青い炎が走り、最終的にアンチは1マスになります。南西のマスでどういう曲がり方をするかに注目し、このように右に曲がったらこっちの角がアンチ。逆に左に曲がったらこっちがアンチ。左右両方南西を囲んだら反対の北東がアンチ。逆に囲まなかったらそのまま見てるところの南西がアンチになります。何回も見ることになるので次第に慣れます。南西の1マスを見ておきます。これは南西を囲まなかったのでそこがアンチですね。創世の深淵。全体攻撃です。ボスが中央へ戻って変異送信2回目です。1回目がヘビ腕だったので4足歩行が来ます。変異直後にかなり飛ばされるノックバックをしてきます。斜めならなんとかなりますが必ずは無連剣術をしてください。イヤリングランページ。2人ずつに小範囲と土属性耐性低下デバフを付与してくるので基本3回で受けます。これは次のギミックを処理する順番に関係するので、受けた順番も覚えておきましょう。フェイタルストンプ。一番遠い人に突進をしてきて、これを4回繰り返します。これはダメージをシェアできるので、先ほどの範囲攻撃順で処理します。実際に受ける位置は、1番目は北西の1マーカーと、2番目は中央で、他の人は A マーカーに待機します。1回目の人が受けたら1番目と3番目が入れ替わり、2回目の人が受けたら2番目と4番目が入れ替わるように処理します。オクタワーテトラフレアコンシール。これは次の一連の流れの総10演舞の時に来るので、どちらか覚えておくやつです。四十円欄。四隅から距離減衰攻撃の後そこに炎の沼が設置されます。噴煙少女。炎の沼が2つブクブクし、そこから巨大円範囲が発生するので反対へ離れます。次にそこから竜が出てきて別の沼に入り、またそこから巨大円範囲が発生します。計3回範囲が発生しますが、2回目の後、ボスがテトラまたはオクタフレアを詠唱するので、アンチでそれに対応したペア頭割りまたは3回をします。そして3回目の後、ボスが総10演舞で竜か鳳凰を出してきて、その範囲と同時に最初に覚えておいたコンシーブが来ます。これはペアの基本位置で処理します。この時、方角を見失いやすいので A マーカーを意識しておきましょう。ちょっとアニメーションで確認をします。2回目の巨大円範囲の3回または頭割りをするときに、横並びパターンと対角パターンがありそれぞれ位置が変わります。まず、横並びパターンですがこのように頭割りまたは3回してください。そして対角パターンです。1と4マーカーが MT チーム、2と3マーカーが ST チームと44で分かれないといけないので少し難しくなります。ペア頭割りはこのように受けます。そして3回はこのように3回します。実際に巨大円範囲2回目に絞って4パターンくらい見ていきましょう。1回目は沼のブクブクを見て東からなので西側に移動します。2回目は沼から出る竜に注目し、
西側横並びなのでアンチの東側へ移動します。ボスの栄称がテトラなのでアンチでペア後回りをします。次は横並びの3回パターンを見てみましょう。2回目どちらに行くか注目します。アンチで栄称を見ます。オクタなので3回します。次は対角パターンで頭割りを見ましょう。1、3マーカーから巨大円範囲が来るので、4が MT チーム、2が ST チームで分かれます。そして栄称がテトラなのでペア頭割りをします。最後に対角パターンの3回を通しで見てみます。コンシードはテトラなのでペア頭割りを覚えておきます。四隅から距離減衰が来ます。沼のブクブクを見ます。アンチは A マーカー側です。2回目、対角の2、4マーカーの沼に竜が入りました。1が MT チーム、3が ST チームで分かれます。栄称がオクタなのでアンチで3回します。3回目の巨大円範囲中、ボスが竜か鳳凰をまといます。今回は竜なので外側アンチです。コンシードはテトラだったので、基本位置でペア頭回りします。演者砲。2連続スイッチのやつです。タンクスイッチは北側を使用しますので、D3、D4 は巻き込まれないようにしましょう。変異送信3回目。1回目と同じ変異をします。今回の流れは1回目がヘビ腕なので3回目はヘビ腕の説明をします。まず、変異したら円範囲が来るので離れておきます。ゴルゴンの呪詛。後半は全員にゴルゴンの呪詛、赤眼と邪毒がつきます。タンクヒラと DPS で秒数が違い、単純にどちらを先にやるかとなっております。さらに、タンクヒラか DPS にゴルゴンの呪詛、石膏または横島の方の漢字の邪毒が2名ずつつきます。石膏は、デバフカウント0で、デバフ対象プレイヤーが全周囲に石化ビームを放ちます。横島の方の邪毒は、邪毒の頭割りバージョンと思ってください。そして今回は4匹同時に10時か X 時でヘビが出現してきます。それぞれアニメーションで見ましょう。まず10時から、ペアで処理するので同色のマーカー1をペアで使います。視線を避けた後は、赤眼の秒数が少ないロールから担当ヘビに石化ビームを当てます。邪毒の担当はその場に留まります。先ほど説明していなかったのですが、外周にボスの分身が出現し、ヘビの視線攻撃の後外周側のマスを潰してきます。次にペアで交代して、赤眼の遅い秒数のロールが石化ビームを当ててヘビの石化を維持します。次に外周にボスの分身が1体再出現しているのでそれを探します。その分身は中央に向かって直線攻撃をしてきます。もちろん避けるのですが、石化を維持していれば直線攻撃でヘビ2体を破壊してくれます。そして、残ったヘビ2体を壁にして全周囲石化を避け、頭割り邪毒を当てて壊します。その分かれ方は北西優先がタンクヒラ、南東優先が DPS で分かれます。そして、石膏と邪毒はこの優先度で反対へ行きます。X 字も見ておきましょう。半時計回りなので X 字ですね。早い赤眼から石化を当てに行きます。遅い人が交代で当てます。外周の分身を確認し、残るヘビで石膏と邪毒を処理します。西がタンクヒラ、東が DPS です。では、実際に見てみましょう。デバフを見て自分は遅いビームですね。視線マーカーは時計回りなので十字にヘビが出現します。ヘビ出現時の視線を避け、石化ビームを速いロールから当てていきます。分身が東側にいるので、北をタンクヒラ、南を DPS で使います。
石膏と茶毒は D1 がタンクヒラ側へ、H1 が DPS 側へ調整ですね。X 字も見ます。半時計回りなので X 字です。ヘビ出現時の視線を避け、石化ビームを速いロールから当てていきます。分身が北東側にいるので、南西をタンクヒラ、南東を DPS で使います。石膏と茶毒は D1 がタンクヒラ側へ、H2 が DPS 側へ調整ですね。最後に、ヘビ固定式もあるのでアニメーションだけご紹介します。変異時の円範囲を避けたら定位置につきます。床の足円マークより少しだけエイジマーカーよりがいいらしいです。そして、石化ビームの時だけヘビに向きます。その後の処理は同じなので割愛します。戻ります。3回目の変異ギミックが終わったら2回目の薬バーストをします。演者法。2連続スイッチのやつです。タンクスイッチは北側を使用しますので、D3、D4 は巻き込まれないようにしましょう。変異送信4回目。2回目と同じ変異なので4足歩行です。変異直後はアムレン剣術を使ってノックバックを無視しましょう。その後フィートインパクトまたはフィートクラッシュをしてきます。フィートインパクトの場合、ボスが向いている外周からノックバックが来ます。かなり飛ばされるのでエイジマーカーより外周に行きましょう。フィートクラッシュの場合、ボスが向いている方から巨大円範囲が来ます。手前のエイジマーカーより離れないと死にます。終わったらボスへ近づきます。ボスが D またはテトラフレアのコンシーブを詠唱するので覚えておきます。テトラはペア頭割り、D なら頭割りが2つ来るので44頭割りをします。ブレイジングフィート。ボスが連続で予兆を出してきて、予兆が終わったらその順番通りに攻撃してきます。予兆は小ノックバック、大ノックバックは巨大円範囲、小ノックバック、2回目に来てない大ノックバックは巨大円範囲。この2パターンです。ですが、ここ、覚える必要がありません。なぜなら予兆の段階で回避位置に移動でき、1から3回目はほぼ同じ動きで回避できるからです。ですので、4回目だけ A マーカーか C マーカーどちらで回避するか覚えておきましょう。では、予兆からどんな攻撃が来るかテトラフレアが来ているという前提のアニメーションを見てみましょう。まずこの予兆、中央にボスが突進してきて、竜とか鳳凰で使った黒い真心ラインからノックバックされます。ですので、黒い真心ラインを越えないように寄っておきましょう。次、東西から大円範囲または大ノックバックが来ます。これは大円範囲想定ですので、踏まないように離れます。だいたい白いラインまで来ます。次にまた小ノックバックが来ます。北か南の黒い真心ラインまで寄りますが、4回目の予兆でどちらに行くか決まります。4回目は、2回目に来てない方が来ます。北から大ノックバックですね。ですので、A マーカーから小ノックバックを受けて、北に飛ばされ、そこから大ノックバックを受ける感じです。予兆をまた最初から見ます。予兆2回目が大円範囲か、大ノックバックかを確認したらもうそれを処理できる位置でフレアに対応した3回をします。そして4回目を確認して A マーカーか C マーカーに行くか判断する感じですね。今回は A マーカーに行くとだけ覚えます。小ノックバックで飛ばされ、その場から動かず頭割りフレアを受けます。受けたら大円範囲でも大ノックバックでも関係なく外周沿いの真ん中に集まります。2回目の範囲を確認したら、最初に覚えておいた A か C マーカーに行きます。今回は A マーカー。そこから小ノックバックされ、その時に青い炎の過去のやつが来てるのでアンチを確認します。そして、大ノックバックなのでアンチ方向に角度を調整し、飛ばされて終わりです。では、両方のパターンを実際に見てみましょう。テトラなのでペア頭割りですね。予兆が始まりますよー。2回目は大円範囲ですね。反対側の真心ラインの外側でペア3回です。そして、
4回目を覚えます。A です。はい、ここから始まります。頭の中で一緒に唱えておくと簡単に思えてくるのでぜひご一緒に。飛ばされる。動かない。着弾したら外周の真ん中寄る。A マーカーに行く。青い炎のアンチ側に少し角度調整する。飛ばされる。終わり。もう1パターン見ます。クラッシュなので離れます。D、フレアなので44の後回りです。予兆が始まります。D から大ノックバックなので D 側の真心ラインで443回します。C から大円半離なので最後 A マーカーです。はい、始まります。飛ばされる。動かない。着弾したら外周の真ん中寄る。A マーカーに行く。青い炎を見てアンチに行く。終わり。この後は、全体攻撃の後、AA が2回来て時間切れになります。それまでに 50% を切っていれば後半に行くことができます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。